今から始まるのはどこかの世界で騎士たちが活躍する物語。でもそれは実は私たちのお話なのです。このフラガリアワールドの人々は純真や愛や友情にあふれ、それぞれの王国で素敵なロードの下でみんな仲良く平和に暮らしていました。ところがある日を境にそんな大切な仲間たちが一人また一人となんと世界中で消えていくようになったのです。それは謎の存在シーズが出現するようになってからのことでした。シーズはどこにでも現れます。そしてそばにいる人を消してしまうのです。大切な友達がある日突然いなくなるのはとても悲しいことです。しかもなぜ友達が消えてしまったのか理由がわからないのです。誰もが知っていたあの子が消えていく。誰もが笑顔で暮らしていたフラガリアワールドが不安に包まれていく。その時フラガリアワールドの誰もが敬愛する一人のロードがずっと大切に育ててきた騎士に旅立ちを命じたのでした。この世界を救って。ロードハローキティの願いに応えて今まさにその若い騎士は勇気を振るい新しい世界への扉を開こうとしているのでした。フラガリアメモリーズ。ハルリット様、ついに旅立たれるのですね。ああ、これからマロンクリーム様の国に向かい円卓会議に出席することになったんだ。円卓会議。赤の大陸の騎士たちが一堂に会するというまさにキティ様のフラガリアの騎士としての顔見せにふさわしい場ですね。いや、やめてくれよ。俺だって結構緊張してるんだ。ハルリット様なら大丈夫です。道中お気をつけて。ありがとう。俺が留守の間キティ様のこと頼んだよ。さてと、確か迎えが来てくれるって話だったな。まずは城下町を抜けて。ふっふっふ、お前がこの国の騎士ハルリットだな。えおお、いい反応だね。でも次はどうかな。くらえ。あれ、バレてる。そこの物陰に隠れてるもう一人も見えてるよ。お前が油断した隙を。ってあれ、俺もバレてるの？へえ、盗賊かもしれない輩3人に囲まれてるのにずいぶん冷静だね。俺をからかおうとしてるのか。キティ様の国に盗賊なんていないよ。見ない顔だけどお前たち何者だ。なんてね。いきなり試すようなことしてごめんね。でも今のすごくいい動きだったよ。聞いてないよ。新人だって言うから僕もついに先輩かなんて思ってたら、なんか僕より全然すごそうじゃん。終わりだ。なはは、だから言ったじゃん、試す必要なんかないって。だってあのキティ様の騎士っしょ。はじめまして、ハルリット。俺たちは君と同じこの赤の大陸のフラガリアの騎士さ。俺はプルース、プリンのフラガリアだよ。僕はリミちゃん、キリミ様に仕えてます。俺はサナ、花ちゃん、ウサハナ王国の騎士です。
よろしく。なんだ、みんな騎士だったのか。一体何が起きたのかと思ったよ。あ、じゃあ俺のことを迎えに来てくれるっていうのも？うん、俺たちのことだよ。本当は俺一人が迎えに行く予定だったんだけどみんな君の顔を見てみたいっていうもんだから。そりゃそうでしょう。円卓会議でもキティ様の騎士の席はもうずっと前から空席だったじゃん。それが今回ついに埋まる。みんなハルリットに興味津々だったんだよ。そうなのか。なんか恥ずかしいな。改めて俺はハルリット、ハローキティ王国の騎士ハルリットだ。みんなよろしく。僕のことを甘やかしてね、ハルリット。あれ、ハルリットのことビシバシしごいてやるなんて言ってたのは誰だっけ？冗談じゃん、そんなの。え、冗談だったの？俺はてっきりリミちゃんもついに真面目に働くようになるんだなぁと思って感動して一曲歌おうかと思ってたところだったのに。ハルリット。なんだか個性的だけどみんな悪い人じゃなさそうだ。さあ、それじゃあ馬車を止めてあるから向かおうか。ハルリットは今回の円卓会議のことどこまで聞いてる？確かシーズについての会議だって。その通り。このフラガリアワールドから突然イチゴの王様がいなくなって数年。赤、青、黒、いずれの大陸にもシーズと呼ばれる不思議な存在が現れ始めた。この国にはまだ現れたことがなくて聞いた話でしかないんだが、人がいなくなるとか物が消えるとか不穏な噂がたくさんあるんだよな。キティ様も心を痛めてるみたいだった。そう、シーズの怖いところはまさにそこなんだ。バラバラであやふや、何が目的なのかもわからない、目撃例もほとんどない。そんな存在による被害だけが少しずつでも確実に各国を蝕んでいる。だから今こそシーズに関する情報を国という枠を超えて共有し整理することでシーズへの対策を考えよう。それが今回の円卓会議のメインテーマなんだよ。詳しい話は会議の時にするけどさ、うちの国もみんなの国も結構大変なんだよね。まあまあ、今は明日晴れることを期待しよう。みんなで考えればきっとシーズなんてすぐにどうにかできるって。サナ、そんな適当でいいの？いやいや、適当なんかじゃないって。だって今回の円卓会議は特別な円卓会議なんだからさ。特別って？ああ、その話ね。近頃の円卓会議はどれだけ集まっても最大で4人。俺にリミちゃんにサナ、そして今回の開催国でもあるマロンクリーム王国の騎士ロマリッシュ。残りの2席はずっと空席だった。そのうちの片方はキティ様の騎士の席、つまりハルリットだよ。ってことは残る1席は赤の大陸、いやフラガリアワールド最大の国と言っても過言ではないマイメロディ王国の騎士の席さ。君も名前くらいは聞いたことがあるんじゃない？ああ、もちろん。急にどうしたの？マイメロディ様に仕える世界最強の騎士メロルド。杖の一振りで山のような大きさのゴーレムを生み出し、海は割れ100体の甲冑を手足のように操る俺の憧れの騎士なんだ。ああ、そうだったんだ。確かにメロルドの逸話はたくさんあるよね。10人と同時に会話できるとか、119キロ先の会話を聞き取れるとか、メロルドが空に語りかけたら虹がかかったとか。みんなはメロルドとも仲がいいのか？いや。言ったろ、ハルリット。ハローキティ王国とマイメロディ王国の席はいつも空席だったんだ。もちろんメロルドは俺たちよりもずっと前から騎士をやってるわけだけど、実のところただの一度もその姿を見たことがないんだよ。
ロマリ氏はメロルドと同じくらい長く騎士をやってるらしいから昔なじみだって言ってたけどね。僕たちは本当に外見すら知らないんだ。同じく。そうだったのか。ひょっとして僕みたいにいつもサボってるのかな。あ、でもメロルドは最強の騎士だから僕みたいな役立たずとは全然違うか。リミちゃっていつも感情が忙しそうだよね。とにかく今回はそんなメロルド様もご出席になるってわけさ。これってつまり赤の大陸の騎士が久しぶりに全員揃うってこと。どう？特別でしょ？確かに。そうか。頭では分かってるつもりだったけど、今回の円卓会議ではあのメロルドと肩を並べることになるんだ。これってまるであの伝説の。見て見て。へえ、これがハローキティ王国の名物のマーケットか。来るときは通らなかったけど、これは賑やかで楽しいね。ああ、この国は古くから他国とも積極的に交流していろんな文化を取り入れながら赤の大陸の基盤を作った。このマーケットはまさにこの国の誇りなんだ。ようハルリッタ、聞いたぜ、旅に出るんだろ。ああ、これから出発するんだ。こちら迎えに来てくれた騎士の皆さん、どうも。おお、こりゃどうも。ハルリットはまだまだ若造だからよ。皆さんがしっかり世話してやってください。やめてよ、恥ずかしい。ハルリット、これはうちからの選別だよ。おおありがとう。今日のリンゴも美味しそうだ。騎士の皆さんもどうぞ。いいの？ありがとうございます。うわ、ずっしりしたリンゴ。この国のリンゴは一味違いますよ。ハルリットのことよろしくお願いしますね。おい、ずるいぞ。じゃあハルリット、うちのアップルパイも持っていけ。旅の途中で皆さんと一緒に食えな。あとはそうだな。おいおい、うちの選別ももらってくれよな。みんなありがとう。でもこんなにもらってばっかりじゃ落ち着かないな。何か俺から送れるものは。いいのいいの、みんなただあんたを応援したいんだよ。さあさあ、おとなしく全部持ってけ。お前の面倒を見ていただく騎士様たちへの土産でもあるんだからな。なんだよそれ。人気者だね、ハルリット。みんな昔からの知り合いなだけだよ。本当はもっと立派な騎士として敬われてるって感じの姿を見せられたらかっこついたんだけどな。そんな堅苦しいのより仲良しな方がいいじゃん。そうそう、いい意味でハルリットが普段どんな騎士なのかっていうのが伝わってきたよ。そうかな。どんなに強くても人望がなくちゃ騎士は務まらない。この国の人たちが君を応援したがっているっていうのは騎士として十分立派なことだよ。それにしても本当に賑やかな市場ですね。そう言ってもらえると嬉しいね。まあ昔はもっともっと賑やかだったもんだが。そうね、シーズが出るようになってから赤の大陸もなんだか物騒になってしまってね。この国の市場も昔のような活気は失ってしまったんだよ。あ、そうなんだ。今よりもっと賑やかだったなんて見てみたかったな。でも大丈夫。だからこそこの国では最近定期的にフリーマーケットを開くようになったんだ。フリーマーケット？ああ、これまでよりもっと多くの人に出店許可を出して誰でも気軽にお店を出せるっていうイベントだよ。そうすることでまたかつてのように王国の外からも人や物が入ってくるように流通が盛んになるようにっていうキティ様の試みなんだ。あ、ほら向こうの露店なんかは最近フリーマーケットで来た人のお店だよ。おーい。これはハルリットさん。今日もお元気そうで。ああ、
これから円卓会議に向かうところなんだ。ということはしばらく留守にされるということで？そうなんだ。何か困ったことがあったら市場の人やお城の人を頼ってほしい。それは私のようなものがここで店を開けるのもキティ様やハルリットさんのおかげですからね。どうぞご心配なく。お待たせ。なんか怪しそうなおじさんだったね。そんなことないよ。あの人はいつも挨拶してくれるんだ。さあもう行こうか。この調子で市場を見てたらいつまで経っても旅立てないからな。さあそろそろ馬車を止めておいたところだよ。あれ、馬車なくない？確かにこの辺だったと思うけど影も形もないね。おかしいな。本当にここなのか？似た別の場所じゃなくて？さすがにそんなミスはしてないはずだけど。今日は僕何も変なことしてないよ。お馬さんを止めたのはプルーズだし。まだ誰も何も言ってないって。これってひょっとして泥棒の仕業？そんなわけないじゃないか。みんなもこの国の人たちを見ただろう。みんな仲良く。キティ様が治めるこの国に泥棒なんているはずがないよ。ハルリット、さっきは水を差すようなことを言わずにいたけど、確かに赤の大陸はかつて純真の大陸と呼ばれるほどに平和な大陸だった。そしてこの国はまだまだその頃のような空気感を残しているとも思う。さすがはキティ様の国ってところかな。でも外はもう違う。違うって何が？シーズが出るようになって数年、他の国々は皆不安に駆られ治安は悪化し、みんな仲良くなんてもう。そんな。僕も正直この国に来た時びっくりしたな。赤の大陸にまだこんな平和な国が残ってたんだって。市場の管理が徹底されていたからかもしれないね。でもだからこそフリーマーケットという形で外の人と物を受け入れたら今まで通りにはいかないかもしれない。この国の治安も悪くなるって言いたいのか？悪く言うつもりはないんだよ。でもそのハルリットの言う泥棒なんているはずがないっていうのはちょっと優しめの意見かもなって。いや、ありがとう。世間知らずの俺に気を使ってくれて。ハルリット、これから円卓会議に出席しようって騎士が現実から目を背けてちゃダメだよな。そりゃショックじゃないって言えば嘘になるけど、だからこそそれを俺たちフラガリアの騎士がどうにかしなきゃいけないんだよな。そうだね。それが俺たちの仕事だね。そうそう、みんなで頑張ろう。でそれで結局泥棒に取られちゃったかもしれない馬車どうする？ロマリス様、騎士メロルド様がご到着いたしました。ありがとうございます。こちらへお通ししてください。はっ。マロンクリーム王国へようこそ。そしてお久しぶりです、メロルド。久しぶり。あなたが最強の騎士と呼ばれるようになってからすっかり会う機会も少なくなってしまいましたが、お元気そうで何よりですよ。暇じゃないからさ、僕も。よっしゃっ
紅茶はいかがですか？もらうもらう。ではすぐに手配させましょう。このお菓子食べていいの？いいよね？ええ、どうぞ。お口に合うといいのですが。何これ、美味しい。もっとちょうだい。あとお土産の分も欲しいな。ではそれも手配させましょうか。よろしくお願いします。はい、直ちに。ロマリッシュのところは固いね。お目付け役が厳しいのかな？とんでもございません。あの最強の騎士メロルド様が目の前にいらっしゃると思うと緊張してしまい。いいっていいって、楽にしなよ。はい、では失礼いたします。緊張しているというより、あの最強の騎士があまりに想像と違いすぎて混乱しているのでは？僕は僕だよ。まあでも僕がわざわざ円卓会議なんてのに出席するのも久しぶりだしね。皆さんもあなたの顔を見られること喜ぶと思いますよ。ところでロマリッシュ、あの話は本当なんだよね？ええ、この度の円卓会議には長年空席だったハローキティ様の騎士もいらっしゃいます。あなたも含め普段は決して埋まらない2つの空席が同時に埋まる特別な円卓会議というわけです。あのキティ様の秘蔵っ子ってわけか。どんな騎士なのかな。さあ、他の国の騎士たちはハローキティ様の国で彼を拾ってからこちらに向かうそうですよ。気になるならあなたもそこに混ざればよかったのに。言ったでしょ、僕だって暇じゃないんだよ。でもあのキティ様の騎士が出てくるっていうなら、僕だけが席を空けたままってわけにはいかない。それがハローキティ様への礼儀でもあり、マイメロディ様の顔を立てるためでもある。そういうことでしょ？なんだ、分かってんじゃん。実にあなたらしい。でも初めてですね。赤の大陸の騎士が全員集まるのは。これはまるでかつての伝説の再現です。あのレッドロマリッシュ、そんなのは所詮おとぎ話だよ。誇りをかぶった古臭くてこのお菓子みたいに甘いね。なんかかっこつかない感じになっちゃったね。仕方ないさ。もし本当に馬車を盗まれちゃったなら、それはうちの国の手落ちでもある。キティ様のところに戻って新しい馬車を手配してもらおう。あれ、なんか騒がしくない？さっきの市場の方じゃないかな。おい、おかしいだろ。だってさすがにおかしいじゃない？リンゴが丸ごと3箱もなくなるなんて。そんなの私のようなものに言われましてもですね、泥棒に取られてしまったのでは。おいおい商人さんよ、俺たちはなくなった商品について何か知らないかって聞いてるだけだぜ。それがまるで商品は誰かに盗まれたってのを知ってるかのような口ぶりじゃねえか。誤解ですよ。ただ私はそうなんじゃないかと思ったことを口にしただけで。どうしたんだ？あれ、ハルリット、お前旅立ったんじゃ。それがまあちょっと馬車がなくなっちゃったみたいで、代わりの馬車を手配してもらいに行くところでさ。何？お前も被害を受けたのか？マーケット中で物がなくなってるのよ。それもちょっとした時間で大量にだ。こんなこと今までなかったのに。俺はフリーマーケットにかこつけてこの国に入り込んだ泥棒の仕業だと思ってる。泥棒？そうよ。ハルリットが国を離れるって言うから、これをチャンスと見た窃盗団が動き始めたに違いない。そんな、
根拠もなしに。さあ商人さんよ、よそ者のあんたがハルリットにすり寄っていろいろと情報を集めてたことはみんな知ってる。正直かなり怪しいぜ。だから誤解ですって。よそ者だからこそちゃんとご挨拶しなければと思っただけです。とりあえずあんたの露店は調べさせてもらおうか。こんな世の中だもの、自分の身は自分で守らなくっちゃ。そんな、確かにちょっと怪しいおじさんだったけど証拠もないのに。止めた方がいいのかな。やっぱりこんなのはダメだ。ハルリット、みんなちょっと待ってくれ。ハルリットさん、この人は誤解だって言ってるじゃないか。何か証拠でもあるのか。そりゃ証拠はないが。でもハルリット、こんな急に物がなくなるなんて市場に詳しいやつにしかできない盗みだぜ。盗みだなんて最初から決めつけちゃダメだ。確かに今の赤の大陸のことを考えれば不安になるのもわかるよ。俺だって騎士のみんなからこの世界の現状を聞いて、もうみんな仲良くなんて言ってる時代じゃないのかなって不安になった。それでもやっぱり俺は信じたいんだ。俺が大好きなこの国に盗みを働く人なんていないって。それはもちろん昔からお店を開いてるみんなのことだけじゃない。フリーマーケットが開かれるようになってから新しく仲間に加わった人たちだって同じだ。やってないんだろ盗みなんて。はい、キティ様に受け入れてもらった恩をあだで返すような真似は存じて。そりゃ俺たちだって信じてやりたいさ。でもじゃあ市場から消えたものはどこに行っちまったってんだ。お前の馬車だってどこに消えちまったってんだよ。それはまだわからない。わからないからこそ決めつけて疑っちゃダメだ。俺はこの人がやってないって言うならそれを信じる。もしその人がハルリットを騙そうと演技していたとしても。ああ、それを最初から疑ってかかるくらいなら騙された方がマシだ。信じること、それが俺の騎士道だから。やれやれ、相変わらず若造だなハルリット。でも思い出したよ、俺たちみんなキティ様やお前のそういうところが一番好きだったってよ。そうだな。怪しいやつを疑ってピリピリしてるってのはやっぱり気持ち悪いや。みんな、私たちこの不安を誰かのせいにしたかっただけなのかもね。商人さん、証拠もないのに疑って悪かったね。いえ皆さんの疑いも当然のことですから。プルース、どう思う？騎士としては甘いなーっていうのが半分。でも個人的にはああいう熱いの嫌いじゃないなっていうのが半分かな。ね、あんなにピリピリしてたのにハルリットが説得しただけで丸く収まっちゃったんだもん。激アツじゃん。一本筋が通ってるっていうのは騎士として大事なことだもんね。あれ、でも何？いや、泥棒なんていなかったって言うんなら結局さ、市場から消えた物や馬車はどこに行っちゃったんだろう。物が消える。待てよ、これってもしかして。なんだありゃ。なんだあれ。シーズだ。シーズ、あれがキティ様が言ってた世界を脅かすもの。消えた。今の何？文字通り消えたように見えたね。そうか、市場から物を消していたのは
泥棒なんかじゃなくてあのシーズだったんだ。とにかく観察してる場合じゃない。みんなを守らないと。みんな逃げて。ここから離れて、建物の中に入って。でもこのままじゃ市場が。今はお店よりみんなの安全だよ。危ない。くそ、なんだってだ一体。いけません。このままでは。やめてください。この店が消されたら私は生活できなくなってしまいます。何やってんだ。あんたも逃げないと。大丈夫。ハルリットさん。俺はこの国の騎士としてこの国の仲間たちには指一本触れさせない。すごい。たった一発でシーズを。眩しくて目が開けられないよ。俺が出る幕はなかったみたいだ。キティ様の秘蔵っ子の名は伊達ではないということかな。うちのリンゴが戻ってきたよ。こっちの商品も元通りになってるぜ。いやよかったよかった。結局シーズを倒したらシーズに消されたものやなくなっていたものも全て戻ってきたみたいだな。やっぱ泥棒なんていなかったんだね。もしかしたらハルリットが市場の人たち全員を信じたからこそシーズも好き勝手できなくなって姿を現したのかもしれないね。じゃあとにかく全部ハルリットのお手柄ってわけじゃん。やめてくれよ。俺はただ必死だっただけで。あなた方はもしや騎士の方々では。おや、どうしました？おお、やはり。実は朝方勝手に動き回ってしまっている馬車を見つけまして、装飾からどうも騎士の方々の馬車なのではと思ったのですが。ああ、それ僕らの馬車だよ。そっか、シーズを倒したから馬車も戻ってきたんだね。でも今朝方って。ええ、朝方に見つけ、それから今もずっとこちらで保護しておりますよ。あれ、シーズが出現した時間と違うな。ということは馬車がなくなったのってシーズは関係なくて。まさかブルイスがただ馬をちゃんと繋いでなかっただけってこと？いやー、ごめんそうみたいだね。そんなのあだってあんまりきつく結んだら馬がかわいそうじゃない？それはそうか。いやいや、そこで納得するなよ。なはは。まあいいじゃない。いずれにせよこの国はまだまだみんな仲良く平和なとこってことだよ。いいのかな。まあいいか。ハルリット？ああ、大丈夫だよ。騎士としては俺が一番の新顔だからご飯くらい俺が振る舞うよ。でもそれは料理なの？なんだかおままごとみたいで面白いね。でもキャンプ飯っていうのはもうちょっと具材を小さく切った方がいいかも。ほら貸してごらん。馬車の件のお詫びも含めて俺がやるからさ。そうか、別にいいのにこれくらい。ハルリットが完璧すぎる新人じゃなくてちょっとほっとしたかも。それにしてもついにキティ様の国にまでシーズが現れるようになってしまったね。今日はどうにかできたけどこの先大丈夫かな。
それをどうにかするためにみんなで円卓会議をするんでしょ。そうだよ。ハルリットもすごかったし、大丈夫大丈夫。俺らももちろん頑張るし。そっか、そうだよな。赤の大陸の騎士が集まればきっとどうにかなるよな。それに今回はメロルドも出席するわけだしね。どんな人なんだろうね、最強の騎士メロルドは。ハルリットみたいに優しくて喋りやすくて、あわよくば僕のこと甘やかしてくれるやつだったらいいな。実はキティ様からもメロルドからたくさんのことを学んでほしいって言われてるんだ。わお、あのキティ様がよその国のフラガリアを直々に名指し？リミチャからもたくさんのことを学んでほしいとか言われたりしてない？どうだったかな。じゃあ大丈夫です。リミちゃん、一曲歌おうか、慰めに。いらないよ。でもリミちゃん今回頑張っていたし、歌うよ。マイメロディー王国の騎士メロルド、俺が言うまでもなく本当にすごい騎士なんだろうな。これが最強の騎士メロルド？では役者も揃ったことですし、始めましょうか。待って、どこ行くのハルリット。そんなのは子供が好きそうなおとぎ話だ。消えてる。これは大変なことになったね。俺は騎士として当然のことを。ハルリット、君は騎士失格だよ。